外の反応の時間です。アイドルマスターシンデレラガールズ U149 3話海外の反応ではごゆっくりどうぞ。ミリアの元気は魂を癒してくれるな。そして次回はついにももかちゃまエピソード。楽しみすぎる。あのミリアの投げキッスシーンは心臓に良くなかったな。ミリアがお前に俺たち側に来いよっていざなっているんだ。面白かった。でもこのアニメはもっとドラマが少なくて可愛い要素しかないのかと思ってた。まさか少女たちがアンチにさらされることになるとは。配信業は大変だぞ。でもミリアはものにしそうだ。チャット欄のシーンを理解してないんだろうか。これは意外にも俺が原作の好きな面の一つで、シナリオ全体としては理想化されていてもアイドルビジネスの実態をいろいろ取り上げてるんだよね。ミリアはいい子。以上。この作品のメインテーマがなんとなく見えてきた気がする。それは多分大人の善と悪、そして子供の純粋無垢との対比。1話冒頭からアリスが無邪気に友達とおしゃべりしているシーンの次には、プロデューサーや幹部が一服しながら小学生のアイドルグループというアイデアを揶揄するシーンに切り替わっていた。悪い大人の例としてその幹部や多分ヨナイ P の先輩、そして今回の配信では多くの視聴者が11歳の子供にスーパーチャットを投げかけ口論している光景が挙げられる。でもいい大人の例もある。アリスの両親ミナを取り巻くコミュニティ佐藤真など、四季やフレのような絶対的カオスからの刺客もいるけど、それは今回は置いとこう。ヨナイ P 自身はその中間に位置し、悪の大人の世界とのつながりを持ち、その知識もあるけど善人なのは明らか。ちょっと頼りないけど、アリスはプロデューサーがちょっとバカなのを嫌っているかもしれないけど、彼が自分たちのために最善を尽くしてくれているのは間違いないはず。今後数週間のうちにこの関係がどう変化していくのかが楽しみだ。またしても最高のエピソード。U149 がアニメ化してよかったよ。もしかしたら次は220のアニメ化も検討されるかもな。次のエピソードには危険なまでの可愛さのインパクトで俺を死に至らしめてくれるのを期待してる。同じく U149 が可愛いところをもっと見せてくれ。俺の嫁。俺たちの嫁やぞ。アリスがお前らにこんな風に腕を広げて迎えてくれることなどないという事実。一層俺を終わらせてくれ。なぜ生きることは苦しみなのか。3話が楽しみなんじゃあ。ミリア界らしいし、U149 は俺に信じられないほどの喜びをくれる。俺テストの結果が散々でさ、リラックスするために小さなアイドルたちが必要なんだ。モモカやアリスは試験に落ちたりなんかしない。追試に合格するまでお前は見るの禁止な。シュガミン登場への準備はできてる。俺のチャイルドパラダイスに埃まみれのババアが。このスレ削除されたコメントが多すぎるよ。来た来た。もう始まってる。ミリア界たまらねえぜ。ミリアお姉ちゃん。ミリアママ、僕ミルク飲みたい。ママ。朝俺を起こしてくれるミリアノズ。俺の新たな癖が目覚めてしまった。俺の嫁、子供が俺たちの子供と遊んでいる。俺のドーターワイフはいいお母さんだな。はあ、そこにいるのが俺だったらよかったのに。モモカファンたち。モモカファンたち、俺たちのドーターワイフママに強敵登場だぞ。心配するな。モモカはすでにいいお母さんみたいに U149 所属の赤ちゃんのお世話をしているからな。モモカがその座を奪われることはない。右に俺のドーターマミーワイフがいる。はあ、モモカは本当にいいママだな。ミナちゃんの面倒を見てあげてる。モモカが赤ちゃんの面倒を見る。至って普段通りの光景だな。母と娘みたいな関係だなこの2人。でも誰が父親役をするんだ。俺だ。チビピーだろ。どう考えてもこの2人は一体どういう会話をするんだろうか。モモカマザーワイフが俺をいい子いい子して甘やかしてくれることなどないという悲しみ。なんでモモカはこんなママっぽい貫禄があるんだろう。甘やかされたい。膝枕されたい。ミナは3話にしてすでに大量の着ぐるみを見せてるよな。グループの中でもガチの金持ちなのでは。まあもしそうでも別に驚かないよ。両親ともずっと働いてるし、どうやらかなり稼ぎのいい仕事っぽい感じだし。見ろ、部屋にカーテンがついてる。事務所を幼稚園みたいな見た目にしたスタッフグッジョブ。知恵が全部手縫いしたんだろうか。お前らのボーイッシュドーターワイフが宿題の手助けを必要としているぞ。どうするアノン。リサじゃなくてアリスの宿題を移すように言う。でもアリスは春に移させたくないってさ。当然特別授業をするに決まってるだろ。どんな授業なんだ。アリスは春の宿題のヘルプは断ったのに、知恵には即座に教えるんだな。知恵はいい子だからちょっとしたヒントを必要としてるだけってアリスは分かってるんだ。春はあわよくばアリスに宿題を全部やってもらおうとしている。リサがお前らのたわごとにはうんざりだってさ。超セクシー。
黒のチョーカーに金の R、 これはどういう意味なんだ？パパの好みを分かってるんだ。頼む、次回はリサ会であってくれ。リサのビッチな服装はいつも通り作品をかっさらって言ってるな。リサ超かわいい。ザコメンタルで草。こいつ心の病だから。ヤムな。残念ながらリアムはこのアニメには出れないだろうな。今は悲しい事情で声がないから。未だに最近のアイドルが昔の子たちと一緒にいる光景になれないわ。リアムが映った。繰り返す。リアムが映った。リアムが前回の式やフレニタイに登場できないのは残念だな。お式さん大魔病気だから、今はこれで十分だ。リアム P として俺は満足だよ。追記。彼女がちょうど治療を終えて無事退院したってツイートしてた。言葉にならないくらい嬉しい。リアムの奇跡だ。ミリアの自己配信のコメントの半分はリアムがしてたに違いない。じゃあこのアニメでは桃花とリアムの親子関係を見れそうにないか。桃花が数歳年上のはずのリアムを母親のように甘やかす光景は見るたびに絶対に笑っちゃう。ミリアが今日の出勤簿に花丸を書いてる。なんで U149 の美少女たちの仕事がことごとく断られるのかわからん。むしろデビューの予定もないのに小学生を集めた事務所が信じられん。何を考えてたんだろう。母親や親戚のためにアイドルを作ってタレント番組でもするつもりだったのか。シスコン。 T がまた小さな少女たちにボコボコにされてる。 T マジでそこ変われ。ペロペロ。可愛いババアどもだ。この画像一枚に若さが溢れすぎている。真のキャッチフレーズをみんなで言ってたとこ可愛かった。小春はすごい才能あるな。にな。ぴょんぴょん。聞こえる聞こえる。桃花ママとティーパーティー。桃花ちゃま。俺のママドーターワイフの桃花ちゃま。俺も桃花ちゃまとティーパーティーしたい。この人何歳なの？26歳。シンはケーキなんだ。俺クリスマスケーキ好き。なんでシンは急にホタルを降霊したの？アホババア。ダメババア。はあ、俺もハートにレモンのように絞られたい。わお、スマホがあんな風に着地してボタンをそのままクリックする確率ってどれくらいあるんだろう。あそこで大笑いしたわ。あとミリア愛してる。ギャグにおいてなら 100% だよ。ウサミン。140センチと145センチ。すごい小さい。2人まとめてでも簡単に連れて行けちゃう。どこに行ったらこういう YouTuber を見つけられるんだ。俺のドーターワイフが可愛い。うわ、今この瞬間にミリアは何千もの死者を出したぞ。ミリアはおじさんたちが何を求めるかを分かってるんだ。俺の可愛いドーターワイフの自負をありがとうな。たくさん使わせてもらおう。この幼女スパチャで大金を稼いでやがる。俺のキュートなドーターワイフミリア。金がどこにあるのかなんて分かりきってることだからな。さあみんな、元気っ子ドーターワイフのミリアに捧げるんだ。ここのシーンでシュガーの金の亡者スイッチが入ったの好き。決してお金に屈したわけではないんだ。おっそうだな。ハートちゃんが善意からやっていることは確定的に明らか。不純な動機など一切ない。配信で最初の赤スパが飛んだ瞬間にこのエピソードの先に炎上が待ち受けてることを悟ったよ。でもあの後半のコメントは俺はアイドルマスター U149 を見ていたのか、それとも配信やらかし専門版を見ていたのか。ひょっとしたらこのババアもそう悪くなかったかもしれん。こいつのせいでババアラバーになっちまった。助けて。佐藤の母性本能が働いたんだ。集金本能と言うべきだろう。強欲ババアだ。こいつ成人男性であるはずの P を力でねじ伏せたぞ。この3人の序列ははっきり決まってるらしい。ミリアが配信中の部屋に押し入ろうとする俺の図。ミリアは早速たくさんのファンを獲得してしまったな。アイドルするのが本当うまいわ。コメントは全部俺だ。この黄色のミリアファンコメントは俺だ。 X メンって面白い名前だな。ランドセルの色は何色ですか？草。配信で素晴らしきロリコン質問。さすがだ。監督様は俺たちの一員だった。なんてこった。サイゲームス様服従します。うおー絵文字はどこにあるんだ？代わりににっこりの絵文字があるから。監督もそこまでその素晴らしさをオープンにできない。真の力を多少隠す必要があるんだ。素晴らしいね。アニメスタッフは絶対に分かっててやってる。このロリコンどもめ。このアニメにおける毎エピソード毎秒の俺。完全にお前らのルックスじゃん。そうだがそれが何か？俺はもっとハゲてる。ノー、お前に俺のドーターワイフは渡さないぞ。ちび P、前その左手どこを触っている？こいつらほんと最低だな。意地悪なチャットが流れ出したところで作画の色調まで変わってたな。ミリアが野蛮な人をみんな浄化してしまった。このスレのようにミリアちゃんがピュアすぎる。畜生、俺改めてミリアに恋しちまったみたいだ。俺なんか画面にキスしちまったよ。
これがプロデューサーの P さん。ちょっと小さいんだね。ミリアは賢い女の子だ。大金を稼ぐ方法をわかってる。ミリアってやっぱこのアニメで一番賢いキャラクターだろ。アイドルたちに IQ のステータスがあったらいいのにな。U1 4級で一番賢い子と一番アホな子は誰だろう。アリスとニナだな。右にいるのが俺。ミリアちゃんにハグしてえな。俺もな。ミリアは俺の嫁。ミリアミリアの髪はどんな匂いがするんだろうな。U1 4級ファンたち。泣き叫ぶ絵文字が見当たらないじゃないか。来た大草原。お仕置き不可避。来た。素晴らしい。ババアは退場しろ。いつも通り成熟したアイドルたちがこのエピソードのハイライトを持っていったな。ババア愛好家は出ていけ。知恵成分が不足している。このアニメにはもっと知恵が必要だ。ミリアすごい小さい。ミリアすごい元気。ミリアはすごいよ。ここのミリアのでしょうの言い方が好き。2015年のアニメでは見られなかったミリアの自信にあふれた強気な一面を見ることができた。ミリアの声優は新たに身につけたテクニックを発揮してるな。あのでしょは殺人級だったな。ミリアちゃんが可愛すぎる。ロマンティックナウのインストゥルメンタルいいね。インストゥルメンタルのロマンティックナウがキュートだ。 BGM にロマンティックナウがエンディングに備えとかないとだな。レッツゴー。ついにロマンティックナーが来た。ロマンティックナウ自体はいいんだけど、10年前とかに聞いてた記憶があるから自分がすごい年を取ったように感じられて辛い。この感覚は良くないぞ。みんな可愛すぎる。ももかちゃま。ガンブロって7は何年代から来たんだよ。何世紀から来たのと聞くべき。筋肉痛が怖いウサミンで笑った。この動画を現実でチャンネル作ってあげてくれたら最高なんだけどな。ドキドキバンジー。ももかちゃまのターン。うおー、ももかちゃま。来週のももかバンジー会には幸子も登場するといいな。エンディングのボーカル入りのロマンティックナウもいいぞ。 ROMANTIC ナウ。ロマンティックナウは最高の曲の一つだな。ミリアがまたラップ歌ってる。ミリアは最高のラッパーだよ。異論はないな。今日のエピソードは各キャラに3着ずつとか衣装があったんじゃないか。もっと安倍ナナの出番があるって聞いてたはずなんだが。一瞬でロマンティック。いつも通り素晴らしいエピソードだった。P が階段を上がるとことか、生配信中に佐藤からミリアへと向かうとこのカメラのパンショットが良かった。まさかこんなに緊迫した事態になるとは全くの予想外だったな。そしてミリアはいつも通り相手の気持ちがわかる素晴らしい子だった。なんて完璧な小さな天使なんだろう。まさに理想の娘。このアニメはただただ完璧だ。これに匹敵するものなんか存在しない。すごく面白くてすごくピュアですごくキュートだ。アニメーションは最高級で、画風も前回のシンデレラアニメの時と違って素晴らしい。俺もあの緊迫した場面は予想外だったよ。ああやって場を和ませるとかミリアは本当に賢い。男を手玉に取るタイプだよ。この年齢にして会話の流れをこうもたやすくコントロールできるからな。はあ、俺もミリアに手玉に取られたい。密かにミリアって U1 4級最強だよな。密かに。いや明らかだろ。チャット欄のミリアのツインテールが最高って言ってるのが俺な。2サイドアップだろって訂正してるカレーゴランってやつやるじゃん。大草原。このエピソードのスイーティーは最高だったな。ハートはいつも最高だよ。今回もババアが多すぎたってのはあったけど、いつも通りミリアが完璧だったのでよし。来週以降ミリアの出番がなくなるパターンはなしで頼む。このアニメ本当に面白いわ。そんな期待してなかったのに。アイマスアニメは初めてか？若干そう。ナムコのやつを昔見たはずなんだけど何も覚えてない。お前らはブルーレイは買う？今まで魅力を感じたことなかったんだけど、今回は俺の少女たちをサポートしたい。今まで一度も買ったことないけど、2期が欲しいってメッセージを伝えるために買おうか検討中。俺もだ俺も真面目に購入を検討してる。U1 4級の物理的なグッズが欲しいってのと、シリーズを応援して2期が欲しいって気持ちの両方がある。特に1期だけだと U1 4級のアイドルたちの全員の主役会を終えられなさそうだし。うおー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 。最高かよ。さすがサイゲームス。素晴らしきようをコメント、感服したわ。バロタ、ガチでチャットでウオーイングしてるやついたのかよ。もともと一般的な日本の簡単詞なんだよ。漫画とかを日本語で読むとあちこちで見かけるよ。ただそれが英語翻訳されるとそのままうおーとはならずに、もっと英語として自然な表現に変えられるんだ。俺も画面に入れてくれよずんだもん。俺のアイドル。ペロペロ。何々について解説しま。ジャーマンにエッチなことするのはよせ。そんな言葉じゃ俺は止められないぞ。俺はジャーマンをペロペロするんだ。このアニメにおけるメイントリオって誰になるんだ？ 2011 年のははるか、千早、ミキ、
CG だとリン、ウズキ、ミオだったけど。アリス、モモカ、あとリサかミリカかな多分。アリス、モモカ、ミリア。まあこれまでのアイマスアニメと比べたら U149 においてメイントリオって概念は希薄だと思うけどな。次回、羽が折れているのに飛んでいくもの、何？バンジージャンプ界のタイトルにしては異様に不吉なんですが、それは、幸子来た。幸子がヨンちゃんの顔だった時代を覚えているか？今も女王なんだな。羽が折れているのに飛んでいくもの、紙飛行機だな。これは簡単だった。にはタイトルの答えは未だに全くわからん。ママ。俺のドーターマミーワイフが超可愛い。ドヤ。ドヤママ。 12歳の子供がどうしてこんなに母性あふれるオーラを放ってるんだろう。個人的にこの子はグッとくるものがあるな。モモカ P になるんだの。お前らのママドーターワイフが橋からバンジージャンプをしようとしている。その彼女にお前らはどんな言葉をかけて勇気づける？ Just do it! チャンネルでモモカがお茶をする可愛い動画を見て、やばい、このお上品な少女にバンジージャンプの宣伝させたら最高やろな、とか思ったやつがいるってことなのか？このバラエティ番組、頭おかしいだろ。ギャップ萌えだよ。お上品な少女がバンジージャンプのようなエクストリームスポーツをする光景はすごく面白いだろう。3話にしてベストガール界。これから先のエピソードがどうやって3話に勝てるって言うんだ。ベストガール界？モモカのエピソードは来週だそうの。このアニメの敵役って誰なの？社会だ。幼すぎて相手にしてもらえないこと。前原さんだろ。お前ら視聴者だろ。高評価が欲しいのだ。チャンネル登録が欲しいのだ。そろそろ登録してくれてもいいと思うのだ。何でもするのだ。お願いするのだ。